餃子を大量に作って数日分のおかずにしていきましょう。そしてここでもう賞味期限内の食品は終了ですわ。全体的に臭すぎでは。これ本当に餃子です。さてさて、良い具合に羽根付きになっているでしょうか。ご会長、はい、ダメでした。ご機嫌うるわしゅー。どう茹でてもカッピカピになるパスタの処理方法に最近頭を悩ませている布宮ぬんですわ。しかもまだ 3kg 残ってるんですわよね。ここ最近外食が多くてお家の食材が放置されていてですね、割と賞味も消費も期限が近いので、今日で全部使い切ってやろうと思いますわよ。今回はあらゆる材料を受け入れてくれるお母様的料理、餃子を大量に作って数日分のおかずにしていきましょう。チャンネル登録、高評価ですわ。では、今回餃子の具材となる夫人の入場ですわ。エントリーナンバー1番。これがあれば大体なんとかなる。豚ひき肉。2番。こいつなくして餃子なし。餃子の皮。3番。あの香りは大体こいつのせい。ニラ。まあこの辺は餃子のベースとなる存在ですわね。そしてここでもう賞味期限内の食品は終了ですわ。エントリーナンバー4番。どうすれば賞味期限内に1玉使い切れるのか。変色仕掛けのキャベツ。5番。その野菜、凶暴につき。大量のニンニク。6番。好き嫌い論争の代表格。口かけのパクチー。7番。老人のような面持ちで登場。しぼみかけピーマン。そしてラスト、エントリーナンバー8番。カオスな夫人の引き締め役。余り物の生姜。今回はこの豪華メンバーで大量の餃子を連成していきますわよ。全体的に臭すぎでは、まずはひき肉をボウルに移しますわ。餃子に紹興酒を入れると独特の風味を出してくれるので、紹興酒を大さじ4。美味しいですわー。ごま油大さじ2。ヘイチャンネル準レギュ。味道楽小さじ2。中華だし小さじ2。砂糖小さじ1。塩コショウ少々を加え、全体に馴染むまでよく混ぜ込んでいきましょう。良い感じに仕上がりましたわね。そしたらここからいよいよこのあんを台無しにしていきますわ。まずは存在する全ての生姜をすりおろしてあんにしっかりと混ぜ込んでいきます。そしたらまな板を取り出し、還暦みたいなピーマン、ビロビロのパクチーとキャベツを全て刻んで放り入れ、明日の私を隔離処分にするニンニクを3房入れていきますわ。チーズを乗せまくったピザみたい。最後にニラを丸々1本放り込んでもう一度こねたら、甲州地獄テロと準備剤餃子のあんが完成ですわ。さて、今度はこの危険物を皮に包んでいかないといけないですわね。なんで私は夜中にこんな犯罪まがいのことを。餃子とか包んだことないのでとりあえず噛んでいきますわよ。一旦これぐらいの量入れてみて、皮の周りに水を塗って。いや待って、閉まらないですわこれ。中のあんがちょっと多すぎましたわね。待って、切れてる。ボロッボロなんですけど、1個目の失敗をしっかりと生かして、2個目はあんをちょっと少なめに入れてみますわよ。なんかよくある餃子とは見た目違くないですかこれ。あまりに私の中の餃子の常識が怪しいのでググりましたわ。どうやらひだを作るのは片面だけで良いらしいですわね。ああ、もう完全に理解しましたわ。余裕。これまでの中では一番それっぽいのでは。なんだ、コツさえつかめば余裕じゃないですの。どんどん量産。ということで今日買ってきた皮の分は全部包んで、合計60個の餃子が連成できましたわ。さて、いよいよこれをフライパンで焼いていくターンですわ。先ほど作った餃子を円状の形になるようにフライパンに乗せていきますわよ。こうやって見ると最初に作ったやつ本当にひっどいですわね。これ本当に餃子です。それなりに大きめのフライパンなので一気にこれぐらい焼いていきますわよ。周りからごま油を回しかけて着火ですわ。ある程度餃子に色がついてきたことを確認したら、羽根付き餃子にするためここに水を流し込んで蓋をかぶせて7分間蒸し焼きにしていきますわ。さて、良い具合に羽根付きになっているでしょうか。ご会長、質感がワンタンではこのまま水分が飛ぶまでもう少し焼いていきますわよ。なんか膨れ上がってフグみたいになってるんですけど大丈夫？これどうあがいてもごま油が多かったですわね。ちょっと出来具合にはいろいろ言いたいことはあるんですけれど、さすがに焼きすぎなのでお皿に盛り付けていきますわ。待って、フライパンから直接お皿に乗せるのやったことない。怖い。お皿をここに乗っけてせーの。怖っ。ちょっとガチで怖いのでキッチンでやりましょう。ということで完成ですわ。布宮ぬん一周騒ぎスペシャルということで無事出来上がって何よりですわ。早速食べていきましょう。餃子といえばタレ作りですわよね。やっぱりこれは結構宗派が分かれると思ってるんですけれど、私は醤油1に酢8、ラー油1ぐらいがお気に入りですわよ。では早速いただきますわ。うーわ
いや待って、本当に美味しい。口に入れた瞬間、まず圧倒的物量のニンニクが襲ってきて、生姜のあの独特の香りもしっかり引き立っていて、程よい辛みにも近い刺激を出してくれていますわ。そしてパクチーはどっか行きましたわ。いやでも見た目はともかく味は本当に美味しい。でもたまにニンニク爆弾に当たるという。そしてここでようやくパクチーがこんにちはしてきましたわ。均等に混じってなかったですわねこれ。こんなんもうハイボールですわ。今日は角ハイでいただきますわよ。美味しいですわ。ごま油を入れすぎたがゆえの脂っこさをハイボールがさらっと流してくれますわ。というか羽根付き餃子にしたかったんですけれど、これが羽根付きかと言われると正直微妙ですわね。なんなら火力がだいぶ偏っていますし。さてここで餃子のタレもアレンジしていきましょうか。私のお気に入りはブラックペッパーやホアジャオを足して少しのしびれを加える食べ方ですわ。こうするとスパイスの香りでお酒との相性が最高になるんですのよ。他におすすめの食べ方がございましたらぜひコメントで教えてくださいな。お酒もご飯も無限に進みますわねこれ。ということで一瞬で平らげちゃいましたわ。ごちそうさまでした。残りの餃子は冷凍しておいて明日以降また食べていきますわよ。おはようございます。さて今日も餃子生活って感じなんですけれど、気づいてしまったんですわ。私市販の羽根付き餃子ってどれもこれも冷食じゃないですか。つまりそれは冷凍状態から餃子を焼いた方が羽がきれいにつく可能性があるということ。なんなら冷凍になっている分羽以外のところに火が通るのが遅くなるので、水の染み込みすぎでフグになることも防げること間違いなしですわ。2日目にして完全に必勝法を生み出してしまいましたわね私。さあ見せてくださいな、史上最高に美しい羽根付き餃子を。はい、ダメでした。明らかに食べたら体にヤバそうな物質が連成されてますけど、餃子本体も完全に焼きすぎてますわね。とはいえ美味しいですわ。一瞬でペロリですわね。ごちそうさまでした。本日はお友達としゃぶしゃぶパーティーですわよ。つい先日出席した結婚式の引き出物でめちゃくちゃ良いお肉をいただいたので、分けていただいた QOL の再分配ですわ。ということでお友達にもこの餃子をお見舞いしたいと思いますわよ。せっかくなのでこれもしゃぶしゃぶして水餃子でいただきましょうか。どうやらお友達風邪をひいて喉が痛いらしくってですね。過剰なニンニクで一発治癒ですわねこれ。間違いないですわ。さあそのお味のほどはいかに。知ってた。ニンニクが入ったらニンニクの中に肉がつなぎだよね。テロと準備剤餃子としては最大級の評価ですわね。ということで私もいただいていきますわ。美味しいですわ。内容物が強烈なのであっさりとしたポン酢と食べるとめちゃくちゃ合いますわね。ということでこの段階で餃子はあと20個弱。焼き餃子水餃子を試してきたら最後はもうお分かりですわよね。そう揚げ餃子ですわ。いい感じに油も温まってきたので早速やっていきますわよ。きつね色になるまで揚げたらバットの上に引き上げて、うわニンニク臭やばい。ある程度の数まとめて揚げましたわ。これもポン酢につけていただきます。中身生ですわこれ。しょっぱな下手すればサルモネラ餃子ですけどこれ大丈夫そう。一応全体的に追い加熱しておきつつ再加熱した餃子を改めていただきますわよ。美味しいですわ。熱っ美味しいです。熱っ火もいい感じに通っていますし、これもまたポン酢のさっとした味付けがめちゃくちゃに合いますわ。揚げニンニクってやりますけれど風味がそれに近くなるのでかなり食べやすい。今回の中で一番美味しいかもしれませんわ。良いおつまみには良いお酒ですわ。ボンモア12年もったいないと言われそうですけれどハイボールでいただきますわ。美味しいですわ。スモーキーなウイスキーは私の血液ですのよ本当に。揚げ餃子の方は味変もしてみましょうか。マヨネーズと七味でいただきますわよ。最高ですわ。やばいご飯が進みすぎて美味しい。ボケる余裕がない。ということでこの後第2陣も揚げて全てを食らい尽くしましたわ。ごちそうさまでした。満足感たっぷりの自炊でしたわ。羽根付き餃子はうまくいかなかったのが悔しいですし、どこかで極めたいですわね。皆様もフードロスに陥りそうになったらぜひ全てを餃子に委ねてみてくださいな。ということでご視聴ありがとうございました。ごきげん。この後寝落ちしたんですけれど自分のニンニク臭さで3時間で目が覚めましたわ。何度